こんにちは、かよです。今回のテーマは情報過多からの解放ということで、マインドのデトックスという内容でいきましょう。私たちの生活の中にインターネットが入ってきて、情報の波にガバッと飲み込まれている私たちで、自分に必要なもの、不必要なもの関係なく頭の中にさまざまな情報が入ってくるんです。私たちは言葉を通してコミュニケーションをするので、脳の中にその言語がもうブワッと入っていくんですよ。でこれが溜まりすぎちゃうと、情報でもう脳がパンパンに膨れ上がっちゃうんです。いろいろミックスされた情報が頭の中で巡り続けることによって、あなたの頭の中がいろんな言葉でいっぱいになりすぎて、思考が散漫になるんですよ。自分で何考えてるのかわからない、何をやったらいいのか自分で理解していないという状況に陥るんです。この状態が続いていくことで、自分が成し遂げたいことがあったとしても、そこに頭がいろんな情報で巡ってるので、やりたいことに対してそこにエネルギーを費やせなくなってくるんですよ。で今もSNS とかでいろんな人の意見とか批判とかたまに投稿者同士で喧嘩してる時とかあるじゃないですか、やり取りで。そういったのを目にしてしまうことで、他の方が使っている言葉とかそういったのもあなたの頭の中に入ってくるんですよ。頭の中がたくさんの情報で満たされていると、たとえあなたが新しいもの、私新しいもの勉強したいなとか、これを覚えなくちゃいけないんだよねって考えている時に、よし、そしたらこれをこれを自分の中で覚えたいから勉強しようということでやろうとしても、そのマインドの中がいっぱいになりすぎて、新しいものを取り込むスペースがないんですよ。でこういった時にやっていただきたいのがマインドのデトックスなんです。個人的な意見なんですけど、マインドっていうのはお部屋の中だと思ってもらったら分かりやすいんですね。で例えばあなたのお部屋って自分が好きなもの、テーブルとかソファ、あなたが欲しいと思ったものを手元に置いておきますよね。でもそれだけじゃないじゃないですか。人からいただいたもの、お土産としてもらったものとか自分のあんまり好みじゃないものもあると思うんです。でも処分しきれないので、でも捨てちゃったら悪いなとか考えてしまって、なんとなく部屋に置いてあるものってないですか？こうやっているうちに、知らず知らずのうちにどんどん手元に置いておきたくないものもどんどん溜まっていくんですよ。で歩く場所がないぐらい物で溢れてしまうと私たちの脳もそうじゃないですか。情報を見て、いるものいらないもの関係なくどんどん入ってくるんです。でこれが部屋みたいだなと私は感じるんですよ。この散らかったあなたのお部屋はどのようにして片付けましょうか。まず最初は断捨離します。いるものいらないものを分けて、不必要なものは処分する。で必要なものは手元に取っておく。でいらないものを出してあげたら、その分スペースが空きますよね。でこのような感じで頭のお片付けをやっていきましょう。でご紹介したいのが3つあります。まずは1番目は、入ってくる情報をシャットアウトする。私もこの間やったんですけど、スマホやパソコンを使わずに1日過ごす。これだけでも全然違ったんですよ。深い睡眠も取れたし、外の情報に触れない時間を持つことで、より集中力が増して、一つのことにエネルギーを注げるようになるので、仕事のパフォーマンスも爆上がりするんですね。で余計な情報を頭の中に入れないってことで、もしあなたもやったことなかったら、1日だけでもやってみてください。1日はちょっと辛いなっていう方は、数時間とかやってみるだけでも、なんか違うなって、他人からの、意見とかであなたの感情をかき乱すこともなくなってくるので、すごく穏やかに一日を過ごせるようになります。2番目がジャーナルです。ぶわっと書いていくこと。
これよく言われてるんですけど、あなたの頭で考えていることね、もうぐっちゃぐちゃになってるんですよ、言葉が。なんとなく頭の中で巡っている言葉を紙の上にポンと出してみてください。でね、もし覚えておかなきゃいけないことがある時っていうのも紙に書きましょう。記憶を脳に頼らない方がいいです。よし、私だったら大丈夫、覚えとく覚えとくって言いながらね、結局後から忘れて、またそこでね、自分がイラッとするんですよ。その時点であなたはまた自分自身の感情で自らをね、乱すということにつながっていくんです。だから覚えておきたいこととかリストとかがあるなら、ポンとね、紙に書き出しましょう。このマインドの中っていうのはどうしても見えないので、目に見えないからこそ見える状態にしてあげるんですよ。ポンと紙に出して可視化するようにしてあげると、あなたもね、紙に書いているので、それでね、覚えておかなくて済むので。で、3番目は瞑想やマインドフルネスを習慣化して集中脳を作るっていうことです。で、余計な情報で満たされたマインドっていうのは思考がもうあっちこっちに飛んじゃって、今っていうこの瞬間に集中できなくなってくるんですね。で、外側で起こっている情報に振り回されやすい状態を作ってしまうと、あなたのせっかく持っているエネルギーが分散されてしまって、冒頭でお伝えしましたけど、肝心な時にエネルギー不足に陥って納得のいく成果が出せなくなるんですね。常にね、頭っていうのは動いています。で、動いているってことは休みがない状態。ちゃんとね、私たちも体を休ませるために睡眠をとります。これも一緒で、常にあなたの頭の中が動いている状態だと、ずっとね、あなたはこう活動しているっていうことになるんですよ。私ポッドキャストでもお伝えしてるんですけど、もしね、動く時間があるならば動と静のバランスをよく考えましょうって言うんですよ。動くと静かですね。一日の中で動いている時があるのであれば、静かな時間もちゃんと取りましょうってお伝えしてるんですよ。で、今回この3番目は瞑想とマインドフルネスで静かな時間を取ってあげて、あなた自身のマインドにね、あなたが何を考えているのか、どういったことを感じているのかっていうのをちゃんとね、汲み取ってあげる時間を取ってくださいということです。今はどうしてもね、何かやってないといけないみたいに感じちゃうんですよ。だけど1分でもいいので、ただ座ってあなたの呼吸とか心臓ね、ただ座って目を閉じてゆっくりと深い呼吸をするだけでもすごく心が安定するんですね。最後の最後でライトの電池が切れちゃったということで、目を閉じて深くね、ゆっくりとした呼吸に意識を向けていると、だんだんと心拍も穏やかになって、頭の中もね、常に忙しく動いていたマインドも徐々にね、安定してくるんですよ。その結果、あなたの思考もだんだんとクリアになっていきます。ね、動いているばっかりじゃなくって、静かにする時間も取っていきましょうね。それでは13日目、今日はこれで終わりにしたいと思います。最後までご覧になっていただきありがとうございました。今日もあなたのスマイルマイルがたまりますように。また次回に。チャオ